こんにちは、ことかなです。今日はお花のチューブケースの編み方を紹介します。コロンとしたフォルムがポイントでとても可愛く仕上がりました。ペンケースやかぎ針ケースとしてもお使いいただけます。ぜひ参考にしてお好みの色合いで編んでみてください。完成したらインスタグラムでタグ付けやメンションして投稿してもらえると嬉しいです。用意するものはケイトピロさんのベーシックコットンカラーナンバー7を2玉約 32g 使いました。カラーナンバー1を1玉約 13g 使いました。16センチのファスナー、4号のかぎ針、ハサミ、とじ針、目印リング、縫い針、縫い糸、クリップ3つです。サイズは横約16センチ、高さ約7センチ、幅約6センチです。編み方の大まかな流れを説明します。はじめにお花モチーフを全部で12枚編みます。次に12枚のモチーフをつなぎ合わせます。その後ファスナーを縫い付けます。次に側面となる円を編んで引き抜き編みでつなぎ合わせていきます。それでは編んでいきます。はじめにお花モチーフを編んでいきます。1段目はこちらの糸を使います。1段目の完成はこのようになります。輪の中に細編みを編んでいきます。糸端を3センチほど残し、指2本に糸を2回巻きつけて輪を作ります。かぎ針は4号針を使用します。輪の中に針を入れて糸を引き出します。また針に糸をかけて引き出します。糸を引っ張って根元を引き締めます。鎖編みを1回編みます。鎖1目目に目印リングをつけます。次に輪の中に細編みを斜め編んでいきます。輪の中に針を入れて糸を引き出します。針に糸をかけて針にかかっている2本の糸を一緒に引き抜きます。これで細編みが1目編めました。同じように細編みを編んでいきます。細編みが7目編めました。立ち上がりも含めると輪の中に目が全部で8目あります。最後の目を大きくします。かぎ針を外します。次に中心を縮めます。糸端を少し引っ張ると一つの輪が小さくなります。小さくなった方の輪を引っ張ってもう一つの輪を縮めます。もう一度糸端を引っ張って中心を縮めます。これで中心が縮まりました。大きくした目に針を戻します。印をつけた目に引き抜きます。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。これで1段目が完成しました。次に2段目です。2段目の完成はこのようになります。8箇所の目に花びらを編んでいきます。2段目はこちらの糸を使います。2段目で編み入れる目の説明をします。1段目で引き抜いた左横の目から編み始めます。次の目が2、3、4、5、6、7、最後の8目目がここです。この8箇所の目に花びらを編んでいきます。それでは編んでいきます。最初の目に針を入れます。糸端はかぎ針にかけておきます。2段目で使う糸端を10センチほど残して針にかけて引き出します。また針に糸をかけて引き出します。糸端を引っ張って根元を引き締めます。次に針にかかっている糸を緩めて1センチほど伸ばしてください。次に同じ目に未完成の中長編みを4回編んでいきます。針に糸をかけて目に針を入れます。
この時に2本の糸端を指で押さえて編みくるんでいきます。針に糸をかけて引き出します。1センチほど引き出します。これで未完成の中長編みが1回編めました。もう一度針に糸をかけて目に針を入れて糸を引き出します。2回目、針に糸をかけて目に針を入れて糸を引き出します。3回目、針に糸をかけて目に針を入れて糸を引き出します。4回目、これで針に糸が全部で9本かかっています。針に糸をかけて9本すべて引き抜きます。鎖編みを1回編みます。花びらの上に目ができるので、ここに目印リングをつけます。鎖編みを2回編みます。次の目にも同じように花びらを編んでいきます。針に糸をかけて目に針を入れて糸を引き出します。1センチほど引き出してください。1回目、針に糸をかけて目に針を入れて糸を引き出します。2回目、3回目、4回目、針に糸が全部で9本かかっています。針に糸をかけて9本すべて引き抜きます。鎖編みを3回編みます。これで2つ目の花びらができました。同じように次の目からも花びらを編んでいきます。最後の目まで編んできました。印をつけた目に引き抜きます。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。これで2段目が完成しました。最初の花びらと最後の花びらの隙間が気になる場合は、編みくるんだ2本の糸端を軽く引っ張ることで目立たなくなります。気になる方は試してみてください。次に3段目です。3段目の完成はこのようになります。長編みを編んでスクエアにしていきます。3段目はこちらの糸を使います。3段目で編み入れる目の説明をします。2段目で鎖編みを3回編んだ8箇所の目に編んでいきます。最初の目が2段目で引き抜いた左横の目からスタートします。ここに長編みを3目編みます。次の目には角を作ります。長編み3回、鎖編み2回、長編み3回を編み入れて1つ目の角を作ります。次の目には角を作らない、角を作るのように交互に編み入れていきます。編み始める目の裏側から針を入れて2段目の糸端をかぎ針にかけて裏の方に引き出しておいてください。こうすることで編みくるみやすくなります。それでは編んでいきます。最初の目に針を入れます。糸端を10センチほど残して針にかけて引き出します。また針に糸をかけて引き出します。糸を引っ張って根元を引き締めます。鎖編み3回で立ち上がります。鎖3目目に目印リングをつけます。この立ち上がりを長編み1目と数えるので、同じ目に長編みをあと2回編みます。針に糸をかけて目に針を入れて糸を引き出します。針に糸をかけて最初の2本を引き抜きます。また針に糸をかけて2本一緒に引き抜きます。これで長編みが編めました。もう一度同じ目に長編みを編みます。立ち上がりも含めて長編みが3目編めました。2本の糸端は編みくるんでいってください。次の目は角を作ります。
まず長編みを3回編みます。鎖編みを2回編みます。同じ目に長編みを3回編みます。これで1つ目の角ができました。次の目は長編み3回です。同じように交互に編み入れていってください。最後の目まで編んできました。印をつけた目に引き抜きます。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。とじ針を使って糸始末をしていきます。最後に引き抜いた糸端から糸始末をします。糸端が出ているここも一つの目になるので、この目が糸始末の際に潰れてしまうのを防ぐためにかぎ針を通しておきます。引き抜いた左横の目に針を通して裏に引き出します。かぎ針は外しておいて大丈夫です。裏側に糸を通していきます。次に中心の糸端を糸始末していきます。糸始末をする前に糸を引っ張ってしっかりと中心を縮めてください。糸を通していきます。糸端を切っていきます。これでモチーフが完成しました。かぎ針を通しておいた目がここになります。ここが立ち上がりの目になります。立ち上がりの左横の長編みの目がここになります。周りを編みつなげていく際に編み入れる目になるので、間違えて立ち上がりの鎖3目目に編み入れないように注意してください。同じモチーフが全部で12枚必要なので、同じやり方で編んでいってください。12枚のモチーフが完成しました。次にモチーフをこのようにつないでいきます。はじめに2枚のモチーフを用意してください。編みつなげる目の説明をします。モチーフの角の目から角の目までの11目を細編みで編みつなげます。表の面と表の面を合わせてここをつないでいきます。糸はこちらを使います。角の目に針を入れます。糸端をここで編みくるめる長さを残して針にかけて引き出します。また針に糸をかけて引き出します。糸端を引っ張って根元を引き締めてください。鎖編みを1回編みます。これで角の目の1目を編みつなげたことになるので、次の目から角の目までの10目を細編みで編みつなげていきます。次の目に針を入れます。向かい側も次の目です。細編みを編みます。この時に糸端は編みくるんでいってください。同じように細編みで編みつなげていきます。最後角の目です。このまま編み進めるので糸は切らないでください。2枚のモチーフを編みつなげることができました。モチーフを2枚用意してください。表の面を合わせます。ここを編みつなげていきます。この状態のまま角の目に針を入れます。糸を引っ張ってかぎ針にかかっている目が緩まないように気をつけてください。
細編みを編みます。これで1目編みつなげたことになるので、次の目から角の目までの10目を細編みで編みつなげていきます。角の目まで編みつなげてきました。このまま編み進めるので糸は切らないでおいてください。残り4枚のモチーフを同じやり方で編みつなげていきます。このように編みつなげていってください。残り4枚のモチーフも編みつなげてきました。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。次に残りの4枚のモチーフをここに編みつなげていきます。1枚のモチーフを用意してください。編みつなげる目は角の目から角の目までの11目です。こちら側からもう一段編みつなげていきます。表の面を合わせます。角の目に針を入れます。糸端を5センチほど残して針にかけて引き出します。また針に糸をかけて引き出します。鎖編みを1回編みます。糸端を引っ張って根元を引き締めてください。同じように細編みで編みつなげていきます。つなぎ目がねじれないように注意して残りの3枚も編みつなげていきます。モチーフ4枚編みつなげてきました。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。次に縦の4箇所を編みつなげていきます。はじめに右側から編みつなげていきます。表の面が合わさるようにして折ります。編みつなげる目の説明をします。モチーフの角の目から角の目までの11目同士を編みつなげます。次はつなぎ目になりますが、つなぎ目には編まずに鎖編みを1回編みます。同じようにモチーフの角の目から角の目まで編んで、つなぎ目には編まずに鎖編みを1回編みます。次のモチーフの11目を細編みでつないでいきます。角の目に針を入れます。糸端を5センチほど残して針にかけて引き出します。また針に糸をかけて引き出します。糸端を引っ張って根元を引き締めます。鎖編みを1回編みます。これで1目編みつなげたことになるので、次の目から角の目までの10目を細編みでつなぎ合わせていきます。糸端は編みくるんでいってください。次のつなぎ目には編まずに鎖編みを1回編みます。次のモチーフの角の目に針を入れて編みつなげていきます。同じように編みつなげていってください。最後の角の目まで編みつなげてきました。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。このようにつなぎ合わせることができました。残り2箇所も今と同じようにつなぎ合わせていってください。残り2箇所もつなぎ合わせてきました。とじ針を使って5本の糸端の糸始末をしていきます。針に糸を通します。つなぎ目に表から針を通して裏に引き出します。糸を通していきます。残り4本の糸端も同じように糸始末していきます。糸端を切っていきます。これで糸始末が終わりました。
次に周りを細編みで編んでいきます。こちらの糸を使います。編み入れる目の説明をします。真ん中のつなぎ目から編み始めます。ここで鎖編み1回で立ち上がったら、次のモチーフの角の目から1目につき1回ずつ細編みを編んでいきます。つなぎ目にも細編みを1回編みます。次のモチーフの角の目から1目につき1回ずつ細編みを編んでいきます。この4箇所の角の目には細編み1回、鎖編み2回、細編み1回をセットとして編み入れて角を作ります。同じように細編みを1目につき1回ずつ編んでいきます。つなぎ目にも忘れずに細編みを編んでください。それでは編んでいきます。つなぎ目に針を入れます。糸端を5センチほど残して針にかけて引き出します。また針に糸をかけて引き出します。糸端を引っ張って根元を引き締めてください。鎖編みを1回編みます。鎖1目目に目印リングをつけます。次の目がモチーフの角の目になります。1目につき1回ずつ細編みを編んでいきます。糸端は編みくるんでいってください。次がつなぎ目になります。細編みを1回編みます。次の目から角の手前の目まで1目につき1回ずつ細編みを編んでいきます。次の目が1つ目の角になります。まず細編みを1回編みます。鎖編みを2回編みます。同じ角の目に細編みを1回編みます。これで1つ目の角ができました。同じように1目につき1回ずつ細編みを編んで、角の目には細編み1回、鎖編み2回、細編み1回を編んでください。最後の方まで編んできました。ここが最後の目です。印をつけた目に引き抜きます。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。とじ針を使って糸始末をしていきます。針に糸を通します。糸端が出ているここも一つの目になるので、糸始末をした際にこの目が潰れてしまうのを防ぐためにかぎ針を通しておきます。とじ針は引き抜いた左横の目に針を通して裏に引き出します。かぎ針は外しておいて大丈夫です。裏の方に糸を通していきます。糸を切ります。編みくるんだ糸端も切ります。これで枠を編むことができました。目数の確認をします。お花モチーフを4枚つなげたここの目数を数えていきます。右端の細編みの目から左端の細編みの目までを数えます。全部で47目あります。反対側も47目です。次にファスナーを用意してください。こちらが今回動画で使用するダイソーさんで購入したファスナーです。16センチタイプのものになります。こちらはセリアさんで購入した16センチタイプのファスナーになります。こちらでも代用可能です。次にファスナーの4箇所の端を仮止めしていきます。縫い糸と縫い針を用意してください。糸を30センチほど切り、縫い針に通して片方の端を玉結びしておいてください。ファスナーのこちら側が表の面になります。裏の方を自分に向けます。1箇所の端をこのように内側に折ります。内
内側を三角形になるように折り返します。後ろの方から針を入れます。針を出して数ミリ下に針を入れて後ろに引き出します。もう一度同じあたりに後ろから針を通して縫い付けます。引き出した方に玉留めをします。糸を切ります。このように仮留めをすることができました。残りの3箇所も同じように仮留めをしていってください。4箇所の仮留めができました。次にファスナーに編み地を縫い付けていきます。糸を70センチほど切り、縫い針に糸を通して1本の端を玉結びしてください。編み地とファスナー、クリップ3つを用意してください。お花モチーフが3枚並んでいるここの面をファスナーに縫い付けていきます。角の目と角の目の両端が金具の真下に来るように合わせて縫い付けていきます。ファスナーを開けます。縫い付ける目の説明をします。角の目から角の目までを縫い付けていきます。ファスナーはここに薄く線が見えると思います。この線を目安に縫い付けていきます。端の角の目がファスナーの金具の下に来るように合わせます。編み目がファスナーの線にかぶるように合わせてクリップで留めます。それでは縫い付けていきます。金具の真下の線を目安に針を入れて裏に引き出します。通した部分に角の目がかぶさるように合わせます。今度は角の左横の細編みの目に後ろから針を通します。線を目安に針を入れて表に針を出します。次に今出した目の一つ前の目に戻ります。角の目に針を通します。裏の線を目安に針を出します。端は力がかかる部分になるのでもう一度通します。角の左横の目に裏から針を入れます。一つ前の角の目に針を入れて裏に引き出してください。次は左横に1目伸ばした次の目の裏から針を入れます。通す目を軽く親指で押さえることで通したい目が分かりやすくなります。裏の線を目安に針を入れて表に出してください。目を押さえていた親指を1目左横にずらして親指で押さえてください。針は糸が出ている目の1目戻った目に針を通して裏に引き出します。指で押さえている目に裏から針を通して引き出します。左横に1目親指をずらして押さえます。針は1目戻った目に針を入れて裏に引き出します。同じやり方で縫い付けていってください。クリップが邪魔になってきた時には外して縫い付けていってください。最後の方まで縫い付けてきました。最後の角の目と金具が合うように合わせて後ろから針を通します。
一目戻って針を通します。端の部分になるのでもう一度針を通します。角の目に後ろから針を通します。一目戻って針を通します。糸が出ている近くに針を入れて、このように針を出します。玉留めをします。糸を切ります。これでファスナーと編み地を縫い付けることができました。縫い目はこのようになっています。反対側にも同じやり方で縫い付けていきます。端を合わせてクリップで留めていきます。右側から縫い付けていってください。最初は金具があって少し縫いづらいと思いますが、頑張って縫い付けていってください。反対側も縫い付けることができました。次にこのような円を編んでいきます。こちらの糸を使います。糸端を3センチほど残し、指2本に糸を2回巻きつけて輪を作ります。輪っかの中に針を入れて糸を引き出します。また針に糸をかけて引き出します。鎖編みを1回編みます。鎖1目めに目印リングをつけます。次に輪っかの中に細編みを斜め編みます。細編みが斜め編めました。立ち上がりも含めると輪の中に全部で8目できています。最後の目を大きくします。中心を縮めます。糸端を引っ張ると一つの輪っかが小さくなります。小さくなった方の輪を引っ張ってもう一つの輪を縮めます。もう一度糸端を引っ張って中心を縮めます。これで中心が縮まりました。大きくした目に針を戻します。印をつけた目に引き抜きます。これで1段目が完成しました。次に2段目です。2段目は8箇所の目に細編みを2回ずつ編み入れて増し目をしていきます。編み入れる目の説明をします。1目目はこの1段目で引き抜いた目になります。次のここが2目目。次の目が3、4、5、6、7、8。最後の8目目はここになります。すべての目に細編みを2回ずつ編み入れて増し目をしていきます。それでは編んでいきます。鎖編みを1回編みます。鎖1目目に目印リングをつけます。下に目があるので、この立ち上がりの根元に細編みを1回編みます。これで1つ目の増し目ができました。次の目がここです。細編みを2回編み入れます。次の目がここです。同じように編んでいってください。ここが最後の目です。印をつけた目に引き抜きます。これで2段目が完成しました。2段目の目数を確認します。
糸端が出ているここを1と数えて、最後の目がここになります。全部で16目あるか確認をしてください。次に3段目です。3段目の編み入れ方の説明をします。3段目は細編み1回、増し目の順で交互に編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がったら、次の目に細編みを2回編んで増し目をします。次の目が細編み1回、次の目が増し目というように交互に編み入れていきます。それでは編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がります。鎖1目目に目印リングをつけます。これで1目編んだことになるので、次の目に増し目をします。同じ目に細編みを編みます。これで増し目ができました。次の目は細編み1回です。次の目には増し目をします。次の目は細編み1回です。同じように交互に1周編み入れていってください。最後の方まで編んできました。ここが最後の目です。最後は増し目です。印をつけた目に引き抜きます。これで3段目が完成しました。3段目の最初の目から最後のこの目まで全部で24目あることを確認してください。次に4段目です。4段目の編み入れ方の説明をします。4段目は細編み2目、増し目の順番で交互に編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がったら、次の目に細編みを1回編みます。立ち上がりも含めて細編みが2目できるので、次の目に増し目をします。次の目から細編みを2目編みます。次の目が増し目です。同じように交互に1周編み入れていきます。それでは編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がります。鎖1目目に目印リングをつけます。次の目に細編みを1回編みます。立ち上がりも含めて細編みが2目できました。次の目は増し目です。これで増し目ができました。次の目から1、2、2目細編みを編みます。次の目は増し目です。同じように交互に編み入れていってください。最後の方まで編んできました。ここが最後の目です。最後は増し目です。印をつけた目に引き抜きます。これで4段目が完成しました。4段目のここを1と数えて、最後の目まで全部で32目あるか確認をお願いします。次に5段目です。5段目の編み入れ方の説明をします。5段目は細編み3回、増し目の順で編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がります。鎖1目目に目印リングをつけます。次の目に細編みを1回編みます。次の目にも細編み1回編みます。立ち上がりも含めて細編みが3目できました。次の目は増し目です。増し目ができました。次の目から1、2、3目に細編みを1回ずつ編んでいきます。
次の目が増し目です。同じように交互に編み入れていってください。5段目の最後の方まで編んできました。最後の目は増し目です。印をつけた目に引き抜きます。これで5段目が完成しました。5段目は全部で40目あります。次に6段目です。6段目の編み入れ方の説明をします。6段目は細編み4目、増し目の順で交互に編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がります。鎖1目目に目印リングをつけます。次の目から細編みを3目編みます。立ち上がりも含めると細編みが4目できました。次の目に増し目をします。次の目から細編みを4目編みます。同じように交互に編み入れていってください。6段目の最後の目まで編んできました。最後は増し目です。印をつけた目に引き抜きます。これで6段目が完成しました。6段目は全部で48目あります。このまま編み進めるので糸は切らないでおいてください。とじ針を使って円の中心の糸始末をしていきます。目を大きくしてかぎ針は外しておいてください。糸を引っ張ってしっかりと中心を縮めてから糸を通していきます。糸を切ります。これで糸始末ができました。大きくした目に針を戻します。次にこのように円と筒を側面に引き抜き編みでつなぎ合わせていきます。編み入れる目の説明をします。円は全部で48目ありますが、最初の1目目には編み入れず、次の目から最後の目までの47目を編みつなげていきます。糸が出ている右側のここが最後の目になるので、わかりやすいように目印リングをつけておきます。引き抜いた左横の目から編みつなげていくので、この目にかぎ針を通してこの状態にしておいてください。次に筒の編みつなげる目の説明をします。金具がついているこちら側から編みつなげていきます。最初に編み入れる目はここです。角の左横の細編みの目になります。この目から1周編んで、最後はこの目になります。この47目を引き抜き編みでつなぎ合わせていきます。それでは編んでいきます。筒の最初の目に針を入れます。針に糸をかけて引き出します。針にかかっている目もそのまま引き抜いてください。これで引き抜き編みが編めました。次の目からも同じように引き抜き編みでつなぎ合わせていきます。針にかかっている目を少しだけ緩めると引き抜きやすくなります。同じように引き抜き編みでつなげていってください。最後の方まで編みつなげてきました。編みづらい時にはファスナーを開けて編み進めるとつなげやすいと思います。
印をつけた目が最後の目です。このように編みつなげることができました。糸始末をする際に編み地とファスナーの端を縫い付けるので、糸端を20センチほど長めに残して切ってください。糸を引き出してください。とじ針を使って糸始末をしていきます。まず右側のファスナーの端を編み地と縫い付けていきます。ここが立ち上がりの目になります。立ち上がりの目がファスナーの中心に来るように縫い付けていきます。最後に引き抜いた目に針を通してファスナーの端と縫い付けます。左側のファスナーの端に針を通します。立ち上がりの目の左横の目から出します。中はこういう感じになります。最初に通した目にもう一度通していきます。これで縫い付けることができました。糸が出ている左横の目に針を通して内側に引き出します。中の方に糸を通していきます。糸を切ります。これで糸始末が終わりました。反対側も同じように円を編んだ後に側面を編みつなげてファスナーと編み地を縫い付けて糸始末までしていってください。糸がなくなったので新しい糸の付け替えの説明をします。糸端を10センチほど残した状態にしておいてください。新しい糸を用意してください。次の編む目に針を入れます。糸端をかぎ針にかけます。新しい糸端も同じ長さを残し、針にかけて引き出します。針に糸をかけて2本一緒に引き抜きます。これで糸の付け替えができました。2本の糸端を編みくるみながら細編みを編んでいってください。引き抜く際も糸端を編みくるみます。引き抜いた後も次の段で糸端を編みくるんでいってください。反対側も円を編んで編みつなげることができました。中はこんな感じです。これでお花のチューブケースの完成です。ご視聴いただきありがとうございました。もし分かりにくい部分がありましたら申し訳ありません。今後も新しい作品や編み方動画を投稿していく予定です。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。インスタグラムも運営していますので、ぜひそちらもご覧ください。完成した作品をタグ付けやメンションでシェアしていただけたらとても励みになります。他の編み物の写真も掲載していますので、フォローやコメント、いいねをいただけると嬉しいです。ハンドメイド作家のことかなでした。